皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ムン・ジェイン大統領が国内の権力基盤をいかにして強化しているのかといったニュースについて取り上げていきます。それでは、ムン・ジェイン大統領がどのようにして権力基盤を強化しているか、今回の注目点は、検察の改革という名のもとにおいて、検察の権力などを一気に削ぎ落としてしまおうという動きについてです。それではニュースをお聞きください。ムン政権を操作するユン・ソクヨル師団大虐殺。警国法務部は8日、青瓦台のウルサン市長選挙介入疑惑や、ユ・ジェス元プサン市経済副首相に対する監察もみ消し事件を捜査してきたユン・ソクヨル検察総長の参謀陣を完全解体するに等しい検事長級人事異動を強行した。今回の異動によって、これまで青瓦台と与党勢力に対する捜査を担当してきた検察の指揮系統の幹部らは、大半がソウルと地方にバラバラに分散した。異動は、チュ法務部長官がムン・ジェイン大統領の裁可を得て実行した。法曹界と検察内部からは、ウォーターゲート事件を捜査していた特別検察官を解任したニクソン元アメリカ大統領による土曜日の夜の虐殺を連想させる明らかな捜査妨害であり、報復人事だとする批判が出ている。チュ長官をめぐっては、法令に規定された検察総長の意見聴取手続きを無視し、検察人事を強行した脱法行為論争も浮上した。そして、この記事の後半は、それぞれのポストがどのような人物に入れ替わったかという紹介を行っていますが、一言で言えば、ムン・ジェイン大統領の息のかかった人物へとことごとく交代させられているという内容になっています。検察の重要ポストが人事異動によって大幅に入れ替えられたということに続いて、さらには検察の権限についても法律が可決され大きな変更が加えられることになりました。検察の捜査指揮権66年で廃止、警察に権限一部以上、警国国会で関連法を可決。警国国会は13日の本会議で刑事訴訟法改正案と検察庁法改正案を賛成多数で可決した。検察の権限の一部を警察に移譲する両法案が可決されたことで、警察は第一次捜査権と捜査の終結権が付与され、捜査における裁量権が大幅に増えた一方、検察は捜査指揮権の廃止により権限が縮小される。検察の捜査指揮権は1954年に刑事訴訟法が制定されてから66年で廃止となる。従来の刑事訴訟法では検事を捜査権の主体とし、司法検察官は検事の指揮を受ける補助者と規定されていた。同法の改正で検察と警察の関係はこれまでの指揮から協力に変わる。事実上制限のなかった検察の直接捜査範囲も制限される。検察が直接捜査する事件は腐敗犯罪、経済犯罪、公職者犯罪、選挙犯罪など大統領令が定める重要犯罪などに限定される。さらに検察改革と呼ばれるこの検察の大幅な弱体化はさらに続きます。人事異動、そして権限の縮小、さらには組織そのものについての人数的な縮小です。警国法務部、政権を捜査する検察の反腐敗捜査部など多数廃止。権力型不正担当の反腐敗捜査部、現政権発足時の12カ所から今は4カ所。警国法務部が13日、全国の直接捜査部署41カ所のうち13カ所を刑事公判部に切り替えるという内容の検察職制改変案を発表した。全国の検察庁の反腐敗捜査部6カ所のうち2カ所、公共捜査部13カ所のうち5カ所、外事部3カ所のうち1カ所、各分野専門捜査部13カ所のうち5カ所の計13カ所がなくなり、刑事公判部に変わる。今月8日、青瓦台を対象にした各種捜査を指揮してきた主要検察幹部らが報復人事でいなくなったのに続き、捜査部門まで多数廃止されることから、現政権が検察の腐敗犯罪捜査機能を完全に取り除こうとしていると懸念する声が上がっている。法務部は全国の反腐敗捜査部6カ所のうち、ソウル中央地検に4カ所から2カ所へ削減、テグ広州地検に各1カ所だけ残して2カ所をなくした。
権力型不正を担当する反腐敗捜査部は、現政権発足初期は12カ所だったが、段階的に廃止されて、今は4カ所を残すのみだ。記事の後半ではどこが閉鎖されるのか、そしてどのような事件などを担当していたかなどが書かれていました。これまで取り上げてきた検察改革に対するニュースというのは基本的に権限を大幅に縮小する、もしくは組織自体を解体するといったような動きでした。さらにとどめになるニュースがここにあります。ムン・ジェイン大統領は検察に代わる新たな自分にとって都合の良い組織を立ち上げようとしています。ムン・ジェイン大統領検察改革で手に入れた秘密警察。警国のムン・ジェイン政権の念願だった新たな捜査機関を創設する法案が昨年末国会を通過した。捜査対象は閣僚や議員、高位級の公務員などで不正汚職を摘発する第2の検察となる。警国は政権が末期に近づくたび、現在の強すぎる検察がスキャンダルを摘発、次期政権を伺いながら権力を振るう傾向があるため、検察改革の必要性が叫ばれてきた。しかし、新捜査機関は現政権に極めて有利に設計されており、ムン氏が護身用に強力な司法機関を手に入れたとの見方が強い。御用検察を野党批判。新捜査機関の名称は、高位公職者犯罪捜査所で、略称、公捜所、コンス庁。組織は検事25人、捜査官40人以内で、政府高官、国会議員や検事、判事など権力層の捜査を所轄する。警察に捜査権限がある日本と異なり、警国は検察が刑事事件の捜査権と起訴権を独占している。公捜所を設置して、検察の権限縮小を図るのは、ノムヒョン政権時代から左派が推進した司法改革だった。ノムヒョン氏の最側近だったムン・ジェイン氏は、大統領就任以来、政権の最重要課題として強調。警国世論も検察改革を支持している。しかし野党側は新組織が御用検察になると厳しく批判してきた。野党第一党の自由警国党党首は昨年末、設置法案に断食で抗議し、意識不明に陥る騒動もあった。検察が高官を捜査する場合に、事前に公捜所への報告を義務付けると規定。検察、警察と公捜所が重複して事件を手掛ける場合、公捜所に優先権を与えるとの条項があり、検察が捜査中の事件を横取りすることも可能になる。現在、検察が捜査している前法相、チョグク氏や家族をめぐる一連の不正疑惑や、大統領府による選挙介入事件などは、公捜所に移管される可能性が濃厚になった。さらに、公捜所の捜査対象に判事や検事が含まれることを問題視する指摘もある。検察による捜査を職務乱用として排除する恐れがあるためだ。政権が強い影響力を持ち、自分たちの意に沿わない高官らを追い落とす秘密警察になる。自由警国党は批判を強める。今回行われた検察改革。その検察改革によって行われたのが、検察の人事を大幅に刷新すること。しかも、ムン・ジェイン大統領の息のかかった人間への入れ替え、そして、権限の縮小、さらには組織の人員そのものについても検察から警察へと移すことによる大幅な縮小、これら組織全体の弱体化というものをあらゆる方法で実施しました。さらには検察に代わる組織も新たに発足させています。この新しい組織は検察が何かムン・ジェイン大統領に対して不都合な動きをした場合には、その事案というものを取り上げる権限さえ持っています。ムン・ジェイン大統領は今年春に行われる国会の総選挙に向けてスキャンダル問題に一つ型をつけたいと思っているはずです。いくつかのスキャンダルがあるのですが、それらについて検察が捜査を進めています。しかし今回の検察改革により、検察の権限や捜査人員といったものは大幅に削減されました。これによってムン・ジェイン政権をスキャンダルでどうこうしようということは、検察にはもはや不可能に近いでしょう。ムン・ジェイン大統領は経済政策においては、自国経済をいかにして痛めつけるのかというのを実験しているかのように、様々な方策を打ち出しています。それらのほとんどが私には失敗には見えますが、一方でこうした権力基盤をいかにして守るかといったことについては、かなり用意周到に様々な策を巡らせているようには私には思えます。
ムン・ジェイン大統領は外交においても、そして経済政策においても、ほとんどろくなことはしていないのですが、自分の身を守るためには様々な手を尽くしており、この分野においては非常に能力が高いように私には思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。